いつでもどこかで選挙が行われます。例えば、日曜日、エクアドル、コソボとリヒテンシュタインは行います。今年の5月の終わり前、オーストラリアにも行わなければなりません。って理由なので、私は、説明してみるチャンスだなと思います。だからこの動画です。こんにちは。ササリガーリックへようこそ。私はティシアグムです。これは洗濯機物語、オーストラリアの政治制度。4つのトピックについて話したいです。制度の歴史、類似機構、権力の分立と選挙と制度。私はオーストラリア人なので、あるニュアンスがわかるけど、日本語は母語じゃないから、基本だけ話したいです。そしてこれを教育的にしたいから、これはできるだけ不変不当です。この部分に2つの絡み合う歴史のことです。まず、Parliamentary System、つまり議員内閣制。大統領制度と比べて、議員内閣制度に行政、内閣は立法、議会の信任を得なければなりません。どう見てもヨーロッパと絡んでいます。民主主義のいわゆる由来は古代ギリシャのアテネのエクレシアや共和制ローマの元老院です。ヨーロッパの中世中、貴族は王者のと別な国に権力を持ちたいと要求することになりました。例えば、イギリスに1215年にマグナカルタ、つまり大憲章のおかげで、権力は王者とバランの代わり議会に分け当たりました。ところで、このイギリス議会は、ウェストミンスター宮殿を議事堂として使用するので、等しい議員内閣制民主はウェストミンスターと呼んでいます。議員内閣制の種類は、このウェストミンスター制度とドイツなど使うコンセンサス制度です。ウェストミンスターと比べてコンセンサスの制度に多くて多様な政党があって、連合作りは大事です。日本の制度は両方を組み合わせて、オーストラリアの方はウェストミンスターと似合います。そして政治的な実態としてオーストラリア。6万年ぐらい原住民は大陸に住んでいるが、約400年前ヨーロッパ人によって見つけました。1788年にニューサウスウェールズは流刑植民地として立ちました。そこから全部6つとなった。南オーストラリア以外、元に流刑植民地でした。この時、大抵総督は実の権力を持ちました。その植民地がだんだん自治になったら、Legislative Council など議会が立たされました。あまり民主主義ではないですけど。オーストラリアの民主は、ユーリカ州歴書、ユーリカストケードで生まれたはよく言われるけど、本当じゃないです。バララットでユーリカ反乱、ユーリカ・レベリオンは確かに金鉱産交付の参政権を得ることに大事ですけど、もっと大きい動きの一部でした。最初に少ない方、大抵所有物のある量を持つ方が投票できるが、どんどん参政権が広がりました。非選挙権を含む女性参政権の実現世界初は1893年南オーストラリアでした。この離れ離れの政治制度はウェストミンスター議員内閣制になって、植民地の市民と政治家はオーストラリア大陸に
一つの国になる興味が増えました。集まって6州と様々な準州はオーストラリア連邦になりました。この連邦はイギリス連邦の下で、イギリス王はオーストラリアの国王です。だけど、イギリスの制度と同じではありません。現在、オーストラリアの政治制度は時々ウォッシュミンスターと呼んでいます。どうして？オーストラリアの政治制度を作るとき、アメリカの制度もインスパイアされていました。アメリカの首都はワシントンなら、ウェストミンスター制度と交えて、ウォッシュミンスター。デレーションの時やと、この簡略版の政治的歴史に一番大事伝えたい政策は白豪主義。連邦の最初から約70年代の始まりまで、オーストラリアは明白に白人以外差別しました。本質的に不平等な移民基準、大部分アジア人向けを当てはまったり、原住民の子供を盗まったりすることがしました。影響はまだ残って、現在の問題やテーマを映します。この部分にオーストラリアの政府機構に大事なコンセプトを説明したいです。まず、三権分立。大部分の民主主義の国は、この三権分立があります。行政権、立法権と司法権です。オーストラリアの例を使います。議院内閣制なので、行政権は大抵内閣です。憲法には国王の代理として総督は行政権を持って首相にあげます。基本的にオーストラリアの内閣は首相と最大30人大臣です。現在、首相を含む23人です。憲法に責任は法律を執行することです。内閣は議員、つまり立法から選んでいます。後で詳しく説明するけど、オーストラリアの議会は二院制です。この三権分立の中、立法だけは直に選挙されています。憲法に責任は法律を制定することです。司法権は裁判所、特に最も高い裁判所です。オーストラリアに High Court of Australia、オーストラリア最高裁判所です。他の最高裁判所通り、最終上訴審で連邦や憲法などに関して事件に第一審です。このことについて学びたいとコメディ映画の The Castle をおすすめです。オーストラリアにクラシックです。議員の詳しい構造を見ましょう。下院は House of Representatives、大議員と呼んでいます。イギリスの House of Commons など大抵同じです。大部分の議員内閣制の国のように大議員の過半数を持つ政党は政府です。法律になるため、同様な形の法案は両院に可決されなければなりません。大抵、発案は大議員にされます。憲法によると、大議員の数は約元老院の2倍です。現在これは151ですけど、今年の選挙に150人になります。これと3年だけの任期のせいで賑やかなペースがあります。
小選挙区なので、一つ地方は一つずつ大議員があります。例えば、現在首相アンソニー・アルバニージは中央西シドニーのグレンドラー地区の大議員です。上院はセネット、元老院と呼んでいます。アメリカのセネットや少し日本の参議院と等しいです。各州の12名と各準州2名、全部76人になります。州の議員の任期は6年ですけど、毎3年半数改選です。準州の議員の任期は3年なので、選挙の時いつも改選されます。大議員と違って、州、準州の元老院の議員は全部の州、準州を代表します。元老院にも発案できるけど、財政支出に関して法案を発案してはいけません。習慣によると、首相や財相は大議員が、他の大臣の中はよく元老院含まれます。例えば、現在外務大臣のペニー・ウォンは南オーストラリアの元老院です。オーストラリアは連邦なので、連邦政府と州、準州政府の権力関係が大切です。その前、ちょっと州と準州のこと。オーストラリアは6つ州と2つ準州です。他の自治体、準州がありますけど、このレベルじゃないです。州はニューサウスウェールズ、ビクトリア、クイーンズランド、南オーストラリア、西オーストラリアとタスマニア。準州はオーストラリア首都特別区 ACT とノーザンテリトリー、北部準州。州と準州の違いは、州は連邦憲法からある責任を持っています。準州にとって大抵同じ責任を持つけど、全部は連邦政府の許可に頼ります。憲法によって州の責任は教育、健康、交通、警察などです。LGA、地方自治体に州は権力や責任をあげます。連邦政府はそれ以外の責任を持って、州と連邦の法律に違いあると、連邦の法律は先行です。まあ、ここは持論かな。いやいや、少し政党と選挙制度について説明したいだけです。オーストラリアに普通に二大政党は政府となります。現在与党は中道左派オーストラリア労働党 ALP。1891年に創設されてオーストラリアに一番古い政党です。野党は一つの政党ではない、保守連合です。自由と国民と自由国民とクイーンズランド州にと地方自由とノーザンテリトリーに形成されます。名前通り中道右派政党です。最近少数党も有力になっています。特に緑の党やポーリン・ハンソンのワンネーションや政党ではないですけど、環境向けティール無所属です。例えば、大議員の当人は無所属と、元老院の12人議員は緑の党です。そして、選挙。連邦の場合、選挙は約3年に1回です。
普通に代議員の全部と元老院の半数は改選されています。投票制度を示すために例を使います。例の人は2022年にケアンズ在住です。投票所に届くと2枚の票をもらいます。緑の票は代議員票。ケアンズはライクハート地区にあります。代議員の選挙は諸選挙区優先順位付き投票制です。2022年にライクハート地区の候補者は11人でした。優先通り1位から11位まで書いて投票します。票は数えられて多数派候補者がないと一番低い1位優先をもらった候補者の票は2位に達します。多数派できる候補者があるまで繰り返します。2022年ライクハートの場合、10回後、ワレン演習は選ばれました。白い票は元老院票。ケアンズはクイーンズランド州にあります。元老院の選挙は短期以上式投票 Single Transferable Vote STV という比例代表制を使います。2022年にクイーンズランド州の候補者は26の政党かグループから81人です。元老院に投票方法2つあります。1番、線の上。政党、グループの優先通り1位から少なくとも6位まで書きます。2番、線の下。候補者の優先通り1位から少なくとも12位まで書きます。両方できません。ヘアクラーク比例方式で票は数えられて、州の場合、6人があるクォーターを足りるまで元老院のように票は動かれます。候補者はクォーター以上もらうと、残りの票は2位など候補者に動かれます。ここで話が終わります。動画どうでした？楽しいかどうか少しだけ教えてあげてもいいと思います。私にとって政治制度はとっても面白いです。選挙の頃、このことを調べて友達や家族に説明してたくさんやったので、今回ネットで他人に説明することのはいいチャレンジになると思いました。自分の政治的な意見について話したくないけど、選挙後の変わるものを楽しみにしています。それいい考え方かな。